どうも B スパイスインクです。今回はじゃがいもを使ったカレーです。じゃがいもは日本のカレーにもよく入っていて馴染み深い食材だと思います。動物性の食材を今回は使わないのでベジタリアンやビーガンの方にも食べていただけるレシピとなっています。個人的に野菜だけを使ったカレーはお肉を使うカレーよりもスパイスの風味を強く感じる気がします。なのでよく言われる野菜だけだと物足りないっていう感じはなくてしっかりと満足できるレシピです。調理ですが、まずは時間のかかるじゃがいもをオーブンで加熱していきます。じゃがいもを加熱している間に玉ねぎとパクチーをみじん切りにしてカレー作りを進めていきます。まずはホールスパイスの香りを引き出すテンパリングから。油にホールスパイスを加えて弱火でじっくり加熱します。クミンは焦げやすいので後からマスタードシードが弾けてきた頃に加えます。クミンの香りが立ってきたらみじん切りにした玉ねぎを加えます。ここからじっくりと加熱して途中焦げそうになったら水を加えてあげたりして玉ねぎが茶色くなるまで炒めます。玉ねぎが茶色くなってきたらすりおろしたニンニクと生姜を加えて青臭さがなくなるまで炒めます。その後トマト缶を加えて水分がなくなるまできっちりと炒めます。しっかりと水分を飛ばすと油がにじんでくるのでその高温の油でトマトを加熱することでトマトのクエン酸による酸味が和らぎます。トマトをしっかりと炒められたら焦げないように一度火を切ってからパウダースパイスを加えます。パウダースパイスを加えたら弱火で加熱して粉気がなくなるまで混ぜながら炒めます。これでカレーの味の土台部分が完成しました。そうしている間にじゃがいもの加熱が終わりました。皮を剥いていきます。熱い状態でやってるので綺麗なさらしや軍手があればよかったのですがなかったのでちょっと汚めのトーションでちょっと食べるところをさすがにこのトーションで触るのは嫌だなと思って素手でやったら熱すぎました。賢い人は冷めてからやるといいと思います。皮が剥けたら適当な大きさにカットします。じゃがいもはホクホクさが欲しかったので男爵芋を皮付きのまま200度のオーブンで45分ぐらいかもしくはお湯で25分前後が加熱目安です。電子レンジでもいいですが仕上がりの美味しさはやっぱり丸ごとじっくり加熱した方が美味しいと思います。でも料理で電子レンジを使ったりして手のかからないやり方も私は好きです。じゃがいもをカットしたらカレーの鍋に加えて水と一緒に煮込んでいきます。5分ほど煮込んだらカスリメティを手ですりつぶしながら加えます。それと刻んだパクチーも加えたら完成です。盛り付けていきます。じゃがいものでんぷん質が溶けていい感じにとろみが出ています。ここでさらに追いパクチー、ミックススパイスのデュカとブラックペッパーも振りかけたらあとは食べるだけ。いただきます。じゃがいもは圧力鍋で完全にホックホクにしてとろけるような状態にしても美味しいです。使ってる食材が野菜だけなのでなんとなくヘルシーでいっぱい食べても罪悪感がいつもより軽めです。よかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。